メレコです。こんにちは。最近は無農薬のレモンが本当に手に入りやすくなって、レモン好きのメレコとしては嬉しいところです。レモンというのは食材としてだけじゃなくて、掃除だったりフレグランスだったり、いろんな使い方ができるので、世界でも人気の柑橘の一つですよね。この動画を撮ったのは6月上旬なんですけども、これからますます蒸し暑くなる時期、さっぱりとしたスイーツが食べたくなって何度か試作して作ったのがこちらです。濃厚でクリーミーなんだけども、レモンとヨーグルトの爽やかさで後味のすっきりとしたプリンが出来上がりました。ぜひ試してみてくださいね。材料に練乳も使っているんですけども、練乳は買われる場合もあるかなと思って、作り方の動画は一番最後にしてあります。練乳も作られる場合はそちらをご覧ください。ではまず準備ですが、この練乳ですね、作る場合には1時間ぐらいは見た方がいいです。で、1週間ぐらいは冷蔵庫で保存できるので、早めに作っておいてもいいと思います。それからこのヨーグルトですが、水切りして室温にしておきます。できれば前の晩に冷蔵庫で水切りしておくといいと思います。続いて卵は全卵蜜と卵黄1個分を室温にしておきます。次に主役のレモンですが、ブラシで洗って水気を拭き取っておきます。それからレモンゼストはこの黄色い部分だけを削るようにします。白い部分は苦みがあるので削らないように気をつけます。あとはこんな感じにみじん切りにしていますが、もちろんグレーターがあればそれを使ったらいいと思います。あとはレモンを絞ってジュースを用意しておきます。でこれはバニラビーンズを3分の1用意しています。実際には今回練乳を作ったので、その時に一緒に入れて煮出しています。バニラのさやは1回で捨てるともったいないので、私はこんな感じでグラニュー糖に入れてバニラシュガーにしています。牛乳に浸した場合は洗って乾かしてます。こんな感じですね。バニラビーンズって調べてみると実は発酵食品で、出来上がるまでにすごく時間と手間がかかっていることがわかります。他にはない素晴らしく甘い香りはこうやって出来上がるわけです。だからもったいないので、こうやって砂糖の中に閉じ込めておくわけです。最後に容器の準備です。これはバターを塗ってあります。では材料と生地の準備ですが、まずはじめにオーブンを130度で予熱開始して、湯煎用のお湯を沸かしておきます。では材料ですが、全卵を3個分と卵黄を1個分、それから水切りした室温のヨーグルト 150g、 それから練乳は 260ml。 作り方は最後に載せてあります。これは生クリーム入りです。それからレモンの搾り汁が 80ml で、レモンゼストが大さじ2杯分ぐらいありますが、このうち半分ぐらいを生地に入れて、残りはトッピング用です。では生地を作っていきます。まずはじめにヨーグルトをよくかき混ぜておきます。ここで忘れてたんですけども、卵の中に少しだけ塩を入れました。塩気をプラスするだけじゃなくて、発色が良くなることで、よりレモンプリンっぽい感じが出るかなっていうことを期待して入れました。続いて卵を溶きほぐして混ぜます。プリン生地なので泡が立たないように混ぜます。で練乳を加えて混ぜていきます。続いてヨーグルトも加えて混ぜていきます。
こでレモンジュースも加えて混ぜます。はい、ほぼ終わりなんですけども、ここで気になっていた汚れを拭き取りまして、生地をこします。最後にレモンゼストを大さじ1杯分ぐらい入れました。残りはトッピング用です。あとは軽く混ぜて、これで生地は出来上がりです。出来上がった生地はちょうど 700ml でした。あとは準備していた容器に生地を流し込んでいきます。ちょうどいい容器がなくて2種類のサイズの違う容器を使ってます。出来上がりの時間が同じになるように、同じ大きさの容器はなるべく同じぐらいの分量になるように少し微調整してます。最後に沸かしておいたお湯を入れてオーブンで蒸し焼きにしていきます。蒸し焼きの時間は使われるオーブンや容器の大きさによっても変わってくるかと思いますが、目安の時間は130度のオーブンで45分から55分ぐらいです。小さい容器の方がちょうど良さそうだったので慌てて出してます。蒸し上がりはこんな感じでちょっとフルフルっと震えるぐらいの焼き上がりにしてます。こんな感じですね。熱いので、やけどには気をつけてくださいね。うちのオーブンは左側の加熱が弱いので、3つ目はほんの少しだけ長めに焼きました。でこの小さな容器の容量は 110ml なんですが、この時の焼き時間は48分でした。ちなみにこの時の中の温度を測ってみたところ77度ありました。低温でじっくり焼いているのと70度以上あるので加熱は十分じゃないかなと思うんですが、もしかしたらもう少し早めに取り出してもよかったかなと思いました。はい、大きな容器の方も蒸し上がりました。こちらの焼き時間は53分でした。でこの湯煎をした時老婆心なんですけど、この鍋もものすごく高温になってますし、で中に熱湯が入っているので取り扱いには十分気をつけてくださいね。ちょっとでも滑ったりすると大やけどとかねしかねないので。はい、ということで蒸し上がったんですけども、まだもう少し我慢ですね。このまま完全に冷ましてから、冷蔵庫で一晩冷やします。はい、冷蔵庫で一晩冷やしたのがこちらです。しっかり冷えてて、この蒸し暑い中レモンの香りが充満して一瞬にして気持ちも爽やかになります。でこれそのままでも十分レモン感があって美味しいんですけど、ここにレモンゼストをトッピングするとさらにレモンの香りが際立って思った以上にさらに美味しくなりました。もちろん好みによりますけど多めにトッピングするのがおすすめです。ではここからは練乳の作り方です。
はじめにお話ししておくと、通常練乳というと牛乳のみか牛乳とお砂糖のみで作ることが多いかと思いますが、今回はプリン用のレシピということで、これに生クリームとそれからバニラビーンズも加えて煮出しています。砂糖の分量に関してもプリン生地で他の材料が加わることもあって、若干多めの配合になっています。このままの割合でもいいんじゃないかなとは思いますが、もし普通の練乳だけを作る場合には、牛乳に対して4分の1ぐらいの砂糖の分量から好みで調整してみるといいと思います。作り方は全く同じで、沸騰させないように気をつけながら、元の分量のだいたい3分の1ぐらいになるまでひたすら煮詰めるのみです。では今回のレシピの材料ですが、まず牛乳が 300ml、 ちなみにこれは本来の牛乳の状態に近いいわゆるノンホモパスミルクを使っています。続いて生クリームが 110ml、 グラニュー糖が 150g。 普段精製していない砂糖を使っているんですが、特に色がきれいに出てほしい時とかはグラニュー糖と使い分けています。それからバニラビーンズですね。この時は1/3本を使いました。バニラオイルやバニラエクストラクトを使う場合はプリン生地を作る時に混ぜれば大丈夫です。では鍋に材料を全部入れて、初めは中弱火で火にかけます。温まってくるとすぐに吹きこぼれるので、目を離さないように気をつけてくださいね。こんな感じでふつふつしてきたら、コンロの火を弱火にします。あとはひたすら混ぜながら煮詰めます。水分が飛ぶほどに焦げ付きやすくなるので、混ぜ続けている方が無難です。はい、火にかけてから55分経過したところです。色も濃くなって水分が飛んで煮詰まっています。で、煮詰め具合の目安なんですが、この竹しゃもじにこんな感じで筋を作った時に垂れずにしっかり線ができるぐらいになっていれば大丈夫です。で、火を止めて、でまだしばらく少しかき混ぜ続けます。で、少し冷めてくるともうこんな感じでさらにもったりとした質感になります。で、プリン生地と混ぜる時にはあんまり熱々のまま一気に混ぜたりすると卵が煮えてしまうので、粗熱を取る時間は取った方がいいと思います。ちなみに分量を測ってみました。もともとの総量がミリリットルに換算すると、合っていれば 683ml ぐらいあったものが 260ml にまで煮詰まったことになります。なので1時間弱ぐらいで 38% に煮詰まったことになります。ということで今回はレモンプリンでした。蒸し暑い日が続きますが、レモンの香りでリフレッシュしつつ、濃厚だけど爽やかなプリンを味わって、この夏を少しでも快適に過ごせるといいですよね。前回の動画でアップしたチュイルクッキーも添えて、これからおやつにします。それでは最後までご覧いただいてありがとうございました。またお会いしましょう。